こんにちは。12月2日木曜日です。もう12月ということでね、皆さん冬本番ですが、お元気にしていらっしゃいますか？なかなか動画もライブ配信もなかなかちょっと滞ってしまっていて申し訳ないなと思うんですけれども、今日はですね久しぶりにちょっと時間ができたので、動画の方を撮っていきたいと思います。今日は久しぶりなので、気になるニュースとともにですね、雑談の方も少ししていきたいなと思います。では早速気になるニュースの方ですね、ご紹介していきたいと思います。オミクロンはサプライチェーンの混乱と、インフレのさらなる悪化を引き起こす可能性があると OECD が警告ということで、内容の方を読んでいきたいと思います。OECD、 これは、経済協力開発機構というものだそうで、日本も加盟しているみたいですね。でこの OECD というところが、全世界の成長率っていうのの予測を出しているみたいなんですけれど、成長率は3ヶ月前と同じだったにもかかわらず、インフレの予測は、大幅に引き上げたということだそうです。2022年のインフレの予測は、9月の段階で出した予測は 3.9% だったのに対し、今回新たに、出した予測は 4.4% にまで引き上げられたということで、国ごとの引き上げ幅が最も大きかったのはアメリカとイギリスということで、この2つの国の来年のインフレの見通しは 3.1% から 4.4% に上昇したということになります。それで、さらに続きがありまして、この OECD によると、G20、20カ国ですね、 G20 のインフレっていうのは2023年頃に 3.8% にまで戻るだろうっていう予想も出しているみたいなんですけれど、それっていうのは、連邦政府とかですね、アメリカでは連邦政府のようなそういう中央銀行がしっかりと政策を打ってで金利を引き上げるってことをきちっとやった場合は 3.8% までインフレ率が戻りますよっていうふうに予測を出しているということなので、政府がきちんとした対応をね、この間コミュニティタブでも挙げましたけれど、トルコみたいにきちんとした対応が取れなかった場合はハイパーインフレとか、場合によっては、スタグフレーションということになっていくんだと思います。で、ちゃんとね政策を打って、ハイパーインフレにならないように、スタグフレーションにならないように、サプライチェーンもどんどん改善していってほしいなと思っていた、この矢先にですね、オミクロンっていうのがもうなんか狙ったかのようにですね、今出てきたということで、これがですね、さらなるサプライチェーンの混乱と、インフレの悪化を引き起こすんではないかということで、そういったね予測が出始めたということですね。ここまでがニュースの内容になります。それでですね、ここからはニュースを受けてのねちょっと雑談もしていきたいなと思うんですけれども、トルコのねハイパーインフレーションに関しては、コミュニティタブの方では、詳しくはあまり書いてないんですけれど、トルコはハイパーインフレーションになっちゃったのは、トルコはね、10月ぐらいからちょっと、雲行き怪しくてずっと見てたんですけれど、政府が金利を引き下げるっていう政策取ったので、これダメだなと思った矢先にやっぱりね、ハイパーインフレっていうことだったので、そうなるよねっていう話だったんですね。普通は金利を引き上げないといけないんですよね。それが一応世界のスタンダードって言われてるんですよ。インフレを落ち着かせるにはね、金利引き上げないといけないんですけれど、トルコの場合はトルコってイスラム教なんですよね。で、イスラム教って金利を取るっていうことはやっちゃいけないことになってるんですよ。なのでそういう政策を取ったのか、ちょっとよく分かりませんけれども、政府が間違えばね、一発でハイパーインフレにはなるっていうことなんですよね。で、日本においてはなんですけれど、石油の備蓄を放出して、でさらにまだ円安がどんどんひどくなっているというか、続いている状態なので、ここからが本番だと思っておいた方がいいかなと私は思います。で、インフレに関しては、半年前で、あとスタグフレに関しては5ヶ月前に、動画
果を出してるんですけれども、でそれがね今やっぱり現実的になってきているということを考えると、日本の品薄とか、値上げとかっていうのはこれからが本番だというふうに考えておいた方がいいと思います。で、もし可能であれば今のうちに、家計の見直しっていうのをしておかれることを私はね強くお勧めするんですね。で、なぜかというと、来年今年と同じような生活スタイルを来年も送ろうと思った場合、下手すると 1.5 倍ぐらいの予算がかかるんじゃないかというふうに思うので、今のうちにね、見直ししっかりしておいて、家計の見直しですね、しっかりしていただいて、自分の家は何に投資をするのか、何を削るのかっていうことのその柱をきっちり自分の中で決めておいていただくことを本当にねお勧めします。ということでね、ここからは雑談を少ししていきたいと思います。先ほどの話の続きになるんですけれど、ですね、我が家の場合は投資先は、家族の健康と子供の教育っていう風に決めているので、もうね投資先をそこにするっていう風に決めちゃってからは結構ね動きやすくなりました。我が家は本当にごくごく普通の一般家庭なので、そこまでお金に余裕があるわけではないんですよね。で、昨年からのね食料危機に備えてっていうことで備蓄を始めたっていうこともあり、なかなかのね備蓄貧乏に今なってきてるのかなっていう実感がありますだから日本に帰ったらもうね本気の節約本当に頑張んないといけないなって思っていて、もう財布の紐をね締め上げてるところです今。でも必要なもの先ほども言った通り何でもかんでも買わずに我慢するっていうと心が疲弊しちゃうんで、自分が投資するところは我が家の場合は健康と子供への教育っていうことを決めてるので、その2つにしっかりお金が使えるように、他をね締め上げるっていうことなんですけれど、心が疲弊しない程度に節約はねやっていきたいなと思ってます。でそういったね日常のこととかを日本に帰ったらサブチャンネルを作って誰もね興味ないかもしれないですけれど備えるさんの備える日々みたいな感じでねちょっとやっていこうかなと思ってるので、まだ作ってないですよ。まだチャンネルは作ってないんですけれど、チャンネル作ったらまた告知させていただきますので、その時はよろしくお願いいたします。ということで、最後に全然関係ない話をします。先週かなサンクスギビングの時に、アメリカ人のね、友達とかと、会社の人だったりとか、いろいろね、一緒に食事をする機会が何回かあって、でそこで話した話題になったというか話なんですけれど、その時一緒にいたアメリカ人の、友達は男性なんですけれど、過去にちょうどクリスマスシーズンの時に日本に何回か旅行に行ったことがある人だったんですね。で、彼曰く、日本の、クリスマスの飾り付け、例えば駅の構内とか、あとは歩道の飾り付けとか、あとお店の飾り付けとか、日本のクリスマスの飾り付けはもうパーフェクトだって言ってましたもう完璧、本当に美しいって言ってもう絶賛してました。でもその後で、じゃあ日本人はクリスマスに一体何やってるのって聞かれたから、多分ほとんどの家庭でチキンを食べてるっていう話をしたら、なんでって言われて、いやなんでかわかんないけどそういう風になってるって言って、でなんならケンタッキーフライドチキンはそのクリスマスのイブとかクリスマス当日はなんていうんです、店頭販売あれはなくなって、事前から予約受け付けていた人にそのチキンをねドライブスルーとかでどんどん渡していくだけのそういう風になるんだよって。でケンタッキーの周りはもう大行列になって、そのケンタッキーの周りではね渋滞が起きるんだよ大渋滞になるんだよっていう話をしたら、もう大爆笑してて、どうしてそんなことになっちゃってるのって信じられないって言って
もうね本当にね全然信じられないっていう感じだったので、今年はちょっと間に合うか分かんないんですけれど、来年はね食糧危機が起きていなければ、大行列の写真を撮って、彼にねメールで送ろうかなと思っています。ということで今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。